こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は、フリーキャド 1.0 基本的操作方法第5回、パターンズツールについてお送りします。このツールは、パートデザインに配置されているもので、鏡像ツール、直線上パターンツール、円状パターンツールマルチ変換ツールが含まれます。以下、これらのツールについて紹介していきます。最初に、鏡像ツールについて見ていきます。これは特定の軸を基準にして形状を鏡像反転してコピーする機能です。コピー対象は、ボディあるいは、ツールシェイプをコピーすることができます。ボディまたは、ツールシェイプのどちらかを選ぶと、コピー元の名前が枠内に表示されます。そして鏡面となる、平面を選択するとプレビューが表示されます。今回はパートデザインの鏡像について紹介します。最初にコピー元となる立方体をパラメトリックツールを使用して作っていきます。次にスケッチを XY 平面に書いていきます。ここで長方形ツールを使用して左側に図形を描画します。少し原点から離れた位置に書いていきます。そしてスケッチを閉じます。そしてパッドを使って厚みを持たせます。パッドの長さは適当に調整し OK で決定します。座標軸を表示し、原点からの位置を確認します。このように少し原点から離れていることがわかります。それでは、このボディを選択し、ミラーリングをしてみましょう。こちらのボディを選んで鏡像ボタンを押します。そうすると、このように XY 平面に対して対照的に、コピーが作成されていることがわかります。平面オプションを見ると、ベースの XY 平面となっています。すなわち、この XY 平面を基準面として、ミラーリングされているということになります。また、コピー元がボディを選択しましたので、ボディを変換オプションが選択されています。次に、平面オプションを参照を選択に変更し、垂直面を選んでみましょう。すると、このように右側にボディがコピーされますが、赤色で表示されてエラーであることがわかります。このように、変換形状の一つがサポートと交差していません、というエラーメッセージが表示されています。したがって、このような鏡像は使用することができません。したがって、この場合は、水平面でのミラーリングしか行うことができません。それでは元の図形を修正し、もう一度、鏡像を作成してみましょう。こちらのパッドのスケッチを修正します。この点を垂直軸に拘束します。そしてこのスケッチを閉じます。等角投影で表示すると、このように原点に接したボディに修正することができました。それではこれを使ってミラーリングを行います。今回はこのボディにシェイプを追加してミラーリングの説明を行います。上の面を選択し、スケッチを追加します。この面に六角形を描きましょう。そして閉じて決定します。次にパッドを使用し立体化します。そして OK を押し決定します。これでボディに六角柱が追加されました。この六角柱を反対側にコピーしてみましょう。この六角柱のパッドを選択し、鏡像ボタンを押します。今回はツールシェイプを変換が選択されていますが、コピーされたシェイプは赤色となりエラーであることがわかります。また、この枠の中には選択したシェイプ名が表示されているのが確認できます。そこで平面オプションを変更し、このシェイプを反対側にコピーしてみましょう。参照を選択を選びます。次に、AXZ 面をクリックします。すると、このように反対側に六角柱がコピーされました。これでミラーリングを終了して閉じます。次に土台となる立方体と六角柱を合わせて、ミラーリングするには、ボディを選択し鏡像ボタンを押します。
すると、このようにボディ全体がコピーされプレビューが表示されます。この場合、ベース XY 平面で、ミラーリングされているのでボディの下側にコピーされているのが確認できます。それでは、ミラーリングする平面オプションを参照を選択し、この YZ 面を選んでみましょう。するとこのように、先ほどコピーできなかったボディが左右にコピーできました。これはコピー元とコピーが接続できているためです。次に、直線上パターンツールについて説明します。これは特定の方向に形状を繰り返しコピーする機能です。パラメーターは、ボディあるいは、ツールシェイプどちらが対象かを選択し、選択されたオブジェクトの名前が枠内に表示されます。次に、方向オプションでは、コピーの方向を水平軸、X 軸、Y 軸、Z 軸などで選択し、モードオプションで、全体の長さまたは、オフセットを選択します。全体の長さを選択すると、ここで指定した長さがコピー区間全体の長さとなります。オフセットを選択した場合は、コピー間隔を選択することになります。また、回数は、表示する回数を示します。次は直線上パターンについて紹介します。最初にパラメトリックパーツを選択し、土台となる図形を描いていきます。パートデザインであることを確認し、スケッチを追加します。スケッチは XY 平面に作成します。図形は中心配置長方形を選択し描きます。このような形の長方形を描きます。横が 100mm、縦が 10mm の長方形とします。これで閉じて決定です。次に、この長方形に対してパッドを適用します。長さを 5mm として OK で決定です。この図形にホールを開け、これをコピーすることとします。この面を選択し、ホールのためのスケッチを追加します。ここに円を描きます。これで閉じて、スケッチを終了します。このスケッチを元にホールを開けます。これで OK をし決定します。このホールを使用して直線上パターンでコピーを行います。まずは、ホールを選択しコピー元とします。次に直線上パターンボタンを押します。すると、このようなパラメータ設定画面となります。ホールの変換は成功しており、ツールシェイプ変換がチェックされています。さらに下の枠には、ホールという名前が表示されていることがわかります。方向オプションは水平スケッチ軸となっています。すなわち赤線の X 軸方向にコピーされるという設定です。また長さは 100mm となっており、この間でコピーする設定となっています。この設定では、この辺りにコピーされることになっているのでコピーされたホールは表示されません。土台の長さが 100mm なので、ホールをコピーするには 50mm 以下で長さを設定する必要があります。長さを 45mm に設定すると、このようにコピーされたホールが表示されます。次に、回数パラメータは、今2となっていますが、これを増やすとこのように変化します。さらに増やしてみましょう。このようにコピー回数を増やすことができます。今コピーは、こちら方向に行われていますが、逆方向オプションをクリックすると、反対方向にコピーが作成されます。それでは逆方向オプションを外し戻しておきましょう。方向オプションについては、このような選択肢がありますが、今回はあまり意味をなさないので説明を省略します。それではこれで決定で OK でこの画面を閉じます。このように直線上パターンを使用すると、図形に配置されたシェイプを連続してコピーすることができます。次にボディを選択してコピーしてみましょう。
このボディを選んだ状態で直線上パターンボタンを押します。すると、このように X 軸上にボディがコピーされているのを確認することができます。パラメーターはボディ変換となっており、コピー元がボディであることがわかります。また方向はベース X 軸となっており、長軸方向にコピーされています。長さは 100mm、回数は2となっています。それでは方向を Y 軸方向に変更してみます。方向をベース Y 軸に変更します。すると、このように離れた位置にコピーされてしまいました。長さが 100mm に設定されているので、このようなエラーとなります。そこで土台の幅を 10mm に変更してみます。すると、このように合体した形となります。これを横に何個もコピーしたい場合はモードを変更します。今モードは全体の長さとなっていますが、オフセットに変更します。オフセットは、ずらす距離を示します。今オフセットが 10mm となっているので、10mm 間隔でコピーされることになります。それでは回数を増やしてみましょう。このように横にコピーされていきます。次に方向を変更してみます。方向を Z 軸に変更します。すると、このように縦にコピーされましたが、コピー間隔が離れているのでエラーとなっています。そこでオフセットを土台の高さ 5mm に変更します。するとこのようにコピーされたボディが合体した形となります。このようにボディやシェイプを直線上にコピーする機能が直線上パターンツールです。次に円状パターンツールについて説明します。これは中心点を基準として円周上に形状を配置するツールです。パラメーターはコピー元のボディあるいはツールシェイプを指定すると、そのオブジェクトが枠内に表示されます。そして、軸オプションにおいては、X 軸、Y 軸、Z 軸などの中心となる軸を設定し、モードを設定します。モードは、全体の角度あるいは、オフセット角度を設定します。全体の角度を設定した場合は、コピーする区間の角度を設定することとなります。例えば360度を設定すると、360度の中でコピーを行っていきます。オフセットを選択すると、コピーする間隔の角度を設定することになります。例えば、30度を設定すると、30度ごとにコピーすることとなります。また回数は、表示回数を示します。次は円状パターンについて説明します。最初にパラメトリックパーツを選択し、土台となるスケッチを描いていきます。スケッチボタンをクリックし、XY 平面に描いていきます。原点を中心に円を描きます。そしてこれで決定です。そしてこのスケッチをもとにパッドを適用します。これで土台が作成されました。この面にコピー元のシェイプのスケッチを作成します。面を選択し、スケッチボタンを押します。円形ツールを選択し、ここに描きます。それでこの画面を閉じます。次に、このスケッチを選択した状態で、パッドを適用します。これでコピー元が完成しました。それではこのパッドを選択した状態で、円状パターンを実行してみましょう。すると、このように対角にコピー元のシェイプがコピーされているプレビューが表示されます。パラメーターを見ると、ツールシェイプを変換が選択され、枠の中にはパッド001が入っています。これがコピー元となります。これですね。そして下のパラメーターでは、軸が通常スケッチ軸が選択されています。モードは全体角度となっています。そして角度が360度、回数は2となっています。これは角度全体が360度で、コピー元のシェイプを2回表示することを意味します。回数を増やすとこのように、表示される個数が変化します。
今軸は通常のスケッチ軸になっていますが、これをオフセットにすると、下の角度で設定した角度ごとにずらしてコピーすることができます。現在角度が120度になっているので、120度ごとにコピーされます。それではオフセットを30度に変更し、コピーしてみましょう。回数を増やしてみます。このようにオフセットでは指定した角度で回数分だけ表示されます。それでは次にコピー元をボディとした炎上パターンについて見ていきましょう。最初にコピー元となるスケッチを描きます。XY 平面を選択します。今回は三角形を描いていきます。次にこの辺を選択し、水平高速をかけます。そしてこの三角形を原点近くに移動します。ここで頂点を原点に一致させると、コピーした時に頂点部分のみが接触した状態となりエラーとなるので、少し原点よりずらした位置に移動します。これで決定して、この画面を閉じます。そして、このスケッチをパッドを使って立体化します。次に、このボディを選択して炎上パターンツールでコピーします。ボディを選択します。次に炎上パターンツールをクリック。するとこのように、ボディがコピーされたプレビューが表示されます。現在のパラメータは、角度が360度で、回数が2回となっています。この回数を3に増やすと、360度で3つ表示されます。回数を4に変更すると、このように変化します。こちらが5回です。次にモードをオフセット角度に変更してみましょう。今120度ごとですが、30度に変更してみましょう。回数を3に変更します。2に変更します。続けて3、4、5に変更してみましょう。このようにオフセットでは角度をずらしコピーできます。次に軸オプションを変更してコピーしてみましょう。今 Z 軸回りですが、Y 軸に変更するとこのようなコピーとなります。次に X 軸に変更してみます。この状態で回数を増やしてみます。このように X 軸周りにコピーされます。マルチ変換ツールについて説明します。これは複数の変換ツールを組み合わせたパターンを作成することができるツールです。パラメータはボディまたはツールシェイプかを選択し、選択対象を枠内に表示します。そして配置変換の枠内で右クリックすると、いろいろなパターンのコピーツールが表示されますので、この中より目的のツールの選択を行います。また、このツールにおいては複数のコピーツールを使ってコピーを行うことができます。次はマルチ変換について説明します。最初に土台となるスケッチを描いていきます。パートデザインよりスケッチを選択します。次に XY 平面を選択し、スケッチ作成画面とします。そして中心配置長方形ツールを用いて描きます。大きさは 100mm×100mm とします。そしてこれで決定します。次にパッドツールで 5mm の厚さを作成します。それでは、この面にコピーの元となるシェイプをスケッチで作成していきます。面を選択し、スケッチツールをクリックします。こちらの方に六角形を描いていきましょう。一辺が 4mm の六角形を描きます。これでこの画面を閉じます。次に、このスケッチを元にパッドを作成します。このままの状態で OK を押して閉じましょう。今、作成したパッド001を選択してマルチ変換ツールをクリックします。
すると、このようなパラメータ設定画面が表示され、ツールシェイプ変換が選択され、パッド001が表示されています。コピーを行うには、配置変換の中で右クリックし、変換タイプを選択します。ここでは直線上パターンを追加を選択してみましょう。すると、このように土台外にコピーが表示されていますので長さを調整します。長さを 45mm として、あと微調整を行います。六角柱が土台に乗ったところで回数を変更してみます。この状態で回数は4となります。そして OK を押して、この変換モードを終了します。それでは、次に反対側にコピーしてみましょう。配置変換枠で鏡像変換を追加をクリックします。するとこのような形でコピーされます。それでは次に奥行き方向にコピーをしてみましょう。配置変換枠で右クリックして直線上パターンを追加を選択します。すると、このように右側にコピーされてしまいました。そこで方向オプションを Y 軸に変更します。するとこのように反対方向にコピーされましたが範囲外となっています。そこで長さオプションを調整し、コピーが土台の上に乗るように調整します。このぐらいの位置にして、コピー回数を増やしてみましょう。回数を3、4というように増やしていきます。このようにマルチ変換ではいろいろなパターンで、コピーを行うことができます。次に拡大縮小についても説明します。元の状態に戻しパッド001を選択し、マルチ変換をクリックします。ここで配置変換枠で、右クリックし拡大縮小を選択します。すると、規定値の2倍のコピーが表示されます。また係数を操作すると、このように倍率を変化させることができます。それでは次にマルチ変換でボディのコピーを行ってみましょう。最初に、ボディに加算球を配置します。そしてこのまま OK で決定します。それではこれを元にマルチ変換を行ってみます。ボディを選択した状態でマルチ変換をクリックします。するとこのようにボディ変換が選択されています。次に配置変換の枠で右クリックして直線上パターンを追加を選択します。すると、このようにコピーが右側に表示されてますがエラーとなっています。そこで回数パラメータを増やしていきます。そうすると、9がつながるとエラーが解消されます。それでは、これを反対側にもコピーしてみましょう。それではここで右クリックして鏡像変換を選択します。すると平面オプションが XZ 平面となっているので、同一の空間にコピーされ変化が見られません。そこで平面オプションを YZ 平面にするとこのような形で鏡像変換を行うことができます。それではこの状態で回転させながらコピーしてみましょう。配置変換で右クリックし円状パターンを追加を選択します。ここでベース軸を Z 軸に変更します。そして回数オプションを増やしていきます。このような形で Z 軸を中心として円状にコピーを行うことができます。これがボディを対象としたマルチ変換の使用例です。